んにちは、ゆりかです。今日は夏のおうち時間の Vlog を撮ってみました。私の大好きな夏のあの果物も出てくるので、ぜひ楽しんでみていただけると嬉しいです。まずは蜂蜜レモンを作るために瓶を煮沸します。今回は1つ使うか2つ使うかわからなかったので、とりあえず2つ煮沸してみています。煮沸している間にレモンを切っていきます。今回は有機のレモンを買ったんですけど、一応ちょっと茶色くなっている皮の部分は取り除いてから切りました。煮沸した瓶が出来上がったので冷ましておきます。気を取り直してレモンを切っていきましょう。できるだけ薄くなるように切っていますが、最後の方は結構いびつな形になりました。レモンをまな板の上に伸ばして種をすべて取り除いていきます。そしたら瓶に詰める作業スタートです。レモンを入れたところにグラニュー糖を入れて横着をしたのでこぼれましたので、その後からはスプーンを使うことを学びました。そしてレモンとグラニュー糖をどんどん追加していきます。すべて入れ終えたら上からメープルシロップをかけていきます。今回は蜂蜜がお家になかったのでメープルシロップで代用です。そしたら瓶の蓋を閉じてちょっと逆さにしたりしながら冷蔵庫で3日から1週間程度置いておきます。次は最近手に入れたケーキの型を使ってガトーショコラを作っていきます。ケーキ型を買って初回は私が好きなチーズケーキを作ったんですが、夫に何のケーキ作ってほしいって聞いてみたところ、ガトーショコラが食べたいということだったので、今回はガトーショコラを作ることにしました。前にバレンタインデーに作ったことがあるんですけど、その時のレシピは母に教えてもらったレシピだったのに、そのレシピがどこかに消えてしまったので、今回は別のレシピで作っていきます。薄力粉を計量したところにココアを追加していきます。お次はバター、こちらは計量してから溶けやすくなるようにブロック状に切って常温に置いておきます。次はチョコレートの登場です。こちらは湯煎していくので、湯煎するときに溶けやすいように細かく刻んでいきましょう。湯煎のためのお鍋の登場。ここにあらかじめ沸かしておいたお湯を追加して耐熱ボウルをセット。チョコを全部入れてゴムベラで優しく混ぜていきます。溶けてきたら先ほどのバターを追加してまた根気強く混ぜていきます。全体が混ざり合うとトロトロの感じになります。ここで先ほど卵黄と卵白に分けておいた卵の卵黄を出してきてグラニュー糖を追加して泡立て器で混ぜます。全体が白っぽくなるぐらいまで混ぜてボウルに出していきます。
こに湯煎しておいたチョコレートとバターを合わせたものを追加して混ぜ合わせます。2回ぐらいに分けて追加するといいと思います。全体が混ざり合ったら、計量しておいた薄力粉とココアをふるいながら追加して全体をさっくりと混ぜます。最後に卵白を泡立ててメレンゲ状にしていきます。こんな感じでちょっと角が立つぐらいまで泡立てることができたら、先ほどの生地に追加してメレンゲを潰しすぎないように優しく混ぜます。混ぜるとこんな風に全体がトロトロな生地になります。型の準備をしていきます。型の底の面と側面に合うようにクッキングシートを切っていきます。今回は12センチの型を使用します。どうしても2人暮らしだとやっぱり大きいケーキの型でケーキを作っても食べきれないなって思って、12センチだと2人で食べるのにちょうどいいかなと思って買ってみました。これが大正解で最近結構重宝しています。最近はこの型でパンを焼くのにハマっているので、次回とかその次とかで紹介できたらいいなと思います。それでは型に生地を流し込んでオーブンで焼いていきましょう。お次は私の大好きなあの果物の登場です。こちらスイカです。私がスイカ大好きすぎるので、夫が小玉スイカを買ってきてくれました。この日は夫が出かけていたので、一人でこのスイカを独り占め。すっごく赤くて素敵なスイカでした。どんどん切っていきます。それではいただきます。おいしい。甘くてめちゃくちゃ美味しかったです。種を取るのはめんどくさいなと思いつつ、なんやかんやスイカのためなら地道に種を取る作業もできてしまうのはなぜなのでしょう。思いゆくまでスイカを楽しんで、残ったスイカは小さく切ってタッパーに入れて次の日に食べました。楽しみにしていたお届け物が届きました。こちらの中身は一体何でしょう。出てきましたね。まだプチプチに入っているからちょっと分かりづらいかな。じゃん、グラスです。これで蜂蜜レモンとか飲むのすごく美味しそう。お腹が空いたのでご飯を作っていきます。今日のご飯はおにぎり定食です。海苔とツナ缶と、あと鮭明太のフレークを使います。おにぎりのお供といえばお味噌汁。お湯を沸かして本だしとお豆腐を入れていきます。お豆腐のお味噌汁、私一人暮らしの時そんなに作った気がしないんですけど、夫がすごい好きなので最近作るようになって、私もすごくハマっています。おにぎりの具材を作っていきます。ツナ缶にマヨネーズを混ぜるだけ、簡単。
味噌マドラーでお味噌を溶かします。豆腐とわかめのお味噌汁、美味しそうですね。それではおにぎりを作っていきましょう。お椀にラップを引いてご飯を入れて、具材のツナを追加します。こちら大きい容器だとやりにくいことが分かったので、途中で容器を変更しております。そしたら握っていきましょう。おにぎりってあんまり握りすぎると良くないって言うと思うんですけど、やっぱりお家で作るときはどうしても崩れたら嫌だなと思ってキュッキュッと握ってしまいますよね。おにぎりの達人みたいな人におにぎり作り習ってみたいな。2つおにぎりができたので海苔を巻いていきます。完成。最後に上に追い具材をすると一口目から美味しくいただけるのでいいですね。お味噌汁もよそっていきましょう。はい、完成です。いただきます。一口目はお味噌汁から。そしてメインのおにぎり。付け合わせのたくあんも。このスーパーに売ってたごまたくあんなんですけど、納豆の上にかけたりしても美味しいので最近結構ハマっています。最後に初めて食べる鮭明太おにぎり。この鮭明太美味しいよ。やっぱ鮭と明太子の組み合わせが最強。小豆を炊いていきます。小豆にお水を加えて火にかけます。ブクブクとしてきたら2分ほど置いてから火を止めてざるにあけていきます。これは小豆の渋みを取っています。そしたらこの小豆たちを圧力鍋に入れてお水を追加。そして圧力鍋にセットして圧力モードで15分でスタートです。全体が柔らかくなりました。そしたらこれに味付けをしていきます。お砂糖を追加して煮ていきましょう。使わない分は冷凍保存しておくと便利です。今日は使う分だけ避けてぜんざいを作っていきます。トースターで焼いたお餅を入れて完成。最初の方で作ったガトーショコラは冷やして食べたらすごい美味しかったです。